タウリンって聞くと皆さん何を思い浮かべますか？やっぱりエナジードリンクですよね。でももしですよ、このありふれた成分が実は私たちの老化を直接コントロールするすごい鍵を握っているとしたらどう思います？ちょっと信じがたい話かもしれませんが、今回はその驚くべき可能性を科学的な証拠と一緒にじっくり見ていきたいと思います。いやー、これまで老化っていうと、もうなんか複雑で絶対に避けられないものって思ってましたよね。でも最近の研究で、どうもそうじゃないかもしれないってことが分かってきたんですよ。老化のスピードをコントロールする水気みたいなものが、もともと僕たちの体の中にあって、それが年を取るにつれてどんどん失われていっている、そんな可能性が示されているんです。で、この話の中心にあるのが、2023年に科学雑誌のサイエンスに発表されたある画期的な論文なんです。コロンビア大学の研究チームが行ったものなんですが、これがもうタウリンに対する私たちの考え方を文字通りひっくり返すような内容で、アンチエイジングの世界にとんでもない衝撃が走ったわけですね。じゃあその研究で何が分かったのかっていうと、これが本当に衝撃的なんですよ。なんとですね、60歳の大人の血の中に含まれるタウリンの濃度って5歳の子供と比べると 80% 以上も減っちゃってたんです。80% ですよ。しかもこれ人間だけの話じゃなくて、マウスとかサルでも同じことが確認されてて、どうやら生き物が年を取るっていうことの共通の特徴みたいなんですよね。じゃあ、ですよ、この減ってしまったタウリンをもし補ってあげたら、一体どうなるんでしょうか。ここからがこの研究の本当にすごいところなんです。研究チームはですね、人で言うと45歳くらいの中年マウスにタウリンを与え続けるっていう実験をしたんですね。そしたらなんと寿命がオスで 10%、メスだと 12% も伸びたんです。これ人間の寿命に置き換えてみると、だいたい7年から8年分に相当するんですよ。いやー、これとんでもない効果ですよね。しかもね、すごいのは、ただだらだら長く生きたってわけじゃないってことなんです。いわゆる健康寿命、これが劇的に良くなったんですよ。骨は強くなるし、筋力もアップする、記憶力も良くなって、免疫システムも若返ったみたいなんです。つまり、より長く、しかもより健康に生きられたっていうことなんですね。でも、なんでタウリン一つでこんなに体中のいろんなことが良くなるんでしょうか。不思議ですよね。その秘密は僕たちの体のもっともっとミクロな細胞のレベルにあったんです。僕たちの体の一つ一つの細胞の中には、エネルギーを作るミトコンドリアっていう小さな発電所みたいなものがあるんです。で、タウリンの役割は何かというと、この発電所がちゃんと、そして効率よく動き続けるための、いわば品質管理の責任者みたいな感じなんですよ。もう少し具体的に言うと、タウリンはまずエネルギーを作るのに必要な部品がきっちり正しく作られるように手助けします。そしてその過程で出てくる有害なゴミ、体のサビとも言われる活性酸素を減らしてくれる。それだけじゃなくて、体の中に溜まって悪さをするいわゆるゾンビ細胞が増えるのも防いでくれるし、大事な遺伝情報 DNA が傷つくのも抑えてくれる。つまり老化の根本的な原因にいろんな角度からアプローチしてるってことなんですね。で、このタウリンのすごいところって、アンチエイジングだけじゃないんですよ。実は今回の研究の前から、僕たちの体のあちこちですっごく大事な働きをしてるってことはもう知られてたんです。特に驚きなのが、日本だとタウリンって心不全の治療薬として普通にお医者さんから処方されてる薬でもあるんですよ。心臓の筋肉がしっかり動くのを助けたり、あとは血圧を落ち着かせたり、コレステロールを体の外に出すのを手伝ったり、さらには脳とか目も守ってくれる。まさに体全体の健康を支える万能選手、マルチプレイヤーって感じですよね。さて、じゃあこんなに大事なタウリン、僕たちはどうやって取ったらいいんでしょうか。その答えはやっぱり毎日の食事にあるんです。いろんな食べ物に含まれるタウリンの量を比べてみると、これが結構差があるんですよ。もうダントツで多いのが牡蠣とかホタテみたいな貝類、あとはマグロとかカツオの色の濃い血合いの部分ですね。ここがチャンピオン級です。で、ここで一つちょっと残念なお知らせがあるんですけど、野菜とか果物、お米みたいな植物性の食べ物にはタウリンは全くゼロなんです。ここで一つ、ものすごく大事なポイント。調理のコツを覚えておいてください。タウリンって水に溶けやすい性質があるんですよ。なので、お湯で茹でたりすると、せっかくのタウリンがどんどんお湯の中に逃げちゃうんです。3割から5割くらい失われるって言われてます。
だから効率よく取るなら焼くとか蒸すとか、あるいはお鍋みたいにスープも全部飲める料理がおすすめですね。さて、ここまでタウリンの驚くべき可能性について見てきました。じゃあ、この知識を僕たちはどう活かせばいいのか、そして未来に何が期待できるのか、最後に大事なポイントをいくつか整理しておきましょう。タウリンって聞くと、やっぱり多くの人がエネルギードリンクを思い浮かべますよね。じゃあ、健康のためにエネルギードリンクを飲めばいいのかって話になりますけど、どうなんでしょうか。これはもう答えははっきりしています。タウリンそのものはすごく体にいいんですけど、ほとんどのエナジードリンクには大量の砂糖とかカフェインが入ってますよね。健康のためにタウリンを取りたいのに他のもので不健康になってしまったら意味がない。なので飲み物全体としてどうなのかっていうリスクをちゃんと考える必要がありますね。それともう一つ知っておいてほしいのが、さっきのマウスの実験で効果があった量を人間に換算すると、だいたい1日に 3g から 6g になるんです。これかなり多い量でして、正直毎日の食事だけで摂るのはめちゃくちゃ難しいレベルです。基本的にタウリンってすごく安全な成分なんですけど、一つだけこれだけは絶対に覚えておいてほしいという注意点があります。それは双極性障害の治療でリチウムという薬を飲んでいる方。タウリンを一緒に摂ると、このリチウムの血の中での濃度が危ないレベルまで上がってしまう可能性があるんです。なので、もし該当する方がいたら必ずお医者さんに相談してください。これは本当に大事なことです。もちろんまだこれは動物実験の段階なので、この結果がそのまま人間に当てはまるって決まったわけじゃないです。これから人間でのきちんとした長期的な研究が待たれるところですね。でも考えてみてください。1827年、もう200年近くも前に牛の胆汁から見つかったなんてことない成分が時を超えて僕たちの未来の健康を照らす大きな希望になってるかもしれない。これってなんだかすごい話だと思いませんか？最後にちょっとこんなことを考えてみませんか。もしかしたらより長くより健康に生きるための秘訣ってどこか遠くの特別の場所にあるんじゃなくて、もともと僕たちの体の中にあったもの、それがただ年とともに減ってしまっただけで、それをもう一度満たしてあげることなんじゃないかって。タウリンの研究は僕たちにそんな新しい可能性を見せてくれているのかもしれませんね。